嘘か本当か分かりません。どうも皆さんお世話になっております。ノンタボードゲームチャンネルです。今回はですね、ボードゲーム都市伝説という話をしたいと思います。ボードゲームってですね、星の数ほどありますので、それぞれのゲームでですね、いろんなエピソードがあります。そういったエピソードの中には嘘か本当かよくわからないというのも存在したりしていますので、今回ですね、皆様にそのことをお話ししたいと思います。それではですね、今回も最後までご視聴よろしくお願いいたします。それでは始めましょう。ノンタボードゲームチャンネルスタートです。それではですね、今回はボードゲーム都市伝説についてお話しさせていただきます。今回はですね、都市伝説ということなので、ちょっと雰囲気を変えてみたいと思います。それではボードゲームの都市伝説についてお話をしていきたいと思います。今回取り上げるテーマは実際の事件がモデルとなったゲーム。これまでですね、人類の歴史上さまざまな事件が世界中で発生してきました。ボードゲームの中にはですね、こういった実際にあった事件をモデルにしたゲームというのが存在します。今回はですね、その中から3つご紹介したいと思います。まず1つ目にご紹介するゲームがこちらですね、ブラッディーン。このゲーム、箱を見ただけでも怖い印象を受けるかと思います。ゲームの内容としてはですね、参加者それぞれが宿の主人となって宿にやってきた客を止めるというのが基本的な流れなんですけど、このゲーム一番恐ろしいルールが止めた客を殺害して埋めることによって点数を取れるなんですね。ゲームとしては非常に面白いゲームだと思うんですけれども、このゲームの世界観というのは非人道的と言われても仕方がないかもしれないです。このブラッディーンなんですけれども、実際にあった事件がモデルになっています。それがペールベイユ層事件。これはですね、フランスにあるアルデシュという地域で実際に起こった事件なんですね。時代はですね、1831年に起こったことなんですけど、今からですね200年ぐらい前の話です。このアルデシュという地域はですね、失踪者が非常に多かったそうなんですね。またですね、失踪した人たちの多くはこのアルデシュにあるペールベイユ山荘というところで足取りが途絶えていたそうなんですね。そんなことからですね、このペールベイユ山荘の主人とその妻、そして使用人、この3名がですね処刑されたという、こんな事件があったんですね。そもそもですね、このペールベイユ山荘というのは周りからですね、あまり良くない噂が立っていたそうです。それが殺害した人間を調理して宿泊した客に料理として提供している。普通だったらこんな噂なんて立たないと思いますけど、こういったですねよからぬ噂が当時は立っていたそうなんですね。そんなことがあってですね、3名は処刑されたわけなんですけど、ただこの事件ちょっとですね不可解なこともあったそうなんです。この失踪事件なんですけれども、物的証拠というのがほとんどなかったそうです。ですのでこの地域にいる方々、あるいはですね目撃者と言われている方々の証言だけで処刑が決まってしまったそうなんですね。ただこの証人の証言というのも果たして本当だったのかというのが実は疑問なんですね。もともとこのペールベイユ山荘に恨みを持った方々のデマだったのではないかなんていう噂もあったりするそうなんですね。ですけども結果として物的証拠はないにしても、この証言が元となり3名の方が斬首刑に処されたということだそうです。失踪の原因はこの山荘にあったのかは今となっては闇の中ということですね。続いて2つ目にご紹介するゲームはこちらですね、ミスター・ジャック。このゲームはですね、探偵側と犯人側に分かれて、探偵側は犯人を見つける、犯人側はバリケードのない出口から脱出するといったですね2人用のゲームになっています。このミスター・ジャックというボードゲームのモデルとなった事件がジャック・ザ・リッパー。これはですね、1888年にイギリスで実際に起こった事件がモデルになっているんですね。簡単にご説明しますと、当時ですね、イギリスのロンドンでですね、5人の女性が殺害されるという、非常にショッキングな事件がありました。しかもこの5人の殺害というのはですね、8月末から11月にかけての約2ヶ月間という短期間で発生したんですね。このジャック・ザ・リッパーという事件は小説になったり映画にもなったりしていますので、非常にご存知な方もいらっしゃると思います。こんなモデルになったっていうのはやはりその残虐性というのも一つ理由ではあるんですけれども、何よりもこの事件が有名になった理由が犯人が未だに見つかっていない。すでにですね事件から100年以上が経過していますので、いろいろと推測はあるんですけれども、この人が犯人だというですね確定的なものが未だに存在していないんですね。しかもこのジャック・ザ・リッパーというのは新聞社に手紙を送ったりもしているんですね。その内容をお話ししますと、私は警察には決して捕まらない、まだ犯行は続くといった内容だったそうです。これだけですね大胆なことをやっていながらも未だに犯人は見つかっていないという不可解な事件をモデルにしたゲームがミスター・ジャックなんですね。それではですね3つ目にご紹介するゲームなんですけど、それがこちらですね、ポンジスキーム。
このゲームはですね、4種類あるビルのチップを受け取ったらカードを1枚取ってカードを自分のダイヤルにセットしなければいけないんですけど、一旦ずつねダイヤルが回っていきながら矢印のところに自分の配置したカードが来た場合は、そのカードに書かれている金額分を支払わなきゃいけないというですね、チキンレースと交渉というですね要素を含んだゲームなんですね。そうやってですね、お金の獲得と支払いというのを繰り返していきながら、最終的に誰かが払えないとその方は失格となり、残った人の中で一番点数の高い人が勝ちですよといったゲームです。このポンジスキームも実際にあった事件なんですね。それが詐欺師による巨額の詐欺事件。これはですね、チャールズ・ポンジという人が行った詐欺事件なんですね。このチャールズ・ポンジという方はアメリカの方なんですけれども、1919年巨額の詐欺事件を起こしたんですね。ニューイングランドをはじめとした世界中の国々の方々から巨額の出資を受けて、その額は数百万ドルにも及んだそうです。ですけれども、この投資の話というのは詐欺だということが分かって、このチャールズ・ポンジという方は詐欺罪として刑務所に収容されることになってしまいます。そしてこのチャールズ・ポンジ、刑務所から出所することになるんですけど、出所後もですね、何回か詐欺事件を働いたそうでして、アメリカの市民権を剥奪されたそうです。そしてその後ですね、イタリアに戻った後、第二次世界大戦が始まったということでブラジルに渡ったそうですね。そしてこのチャールズ・ポンジの最後というのはですね、視覚ですとか聴覚ですとか、いろいろなところにですね不自由をきたしてしまったことにすごい苦しんだそうですね。そして1949年に貧困のまま亡くなっているそうなんです。数百億ドルとも言われている巨額なですね出資を受けながらも最後は貧困に終わってしまったというのは、因果応報と言われたらそれまでなのかもしれません。ちなみにですけれども、このチャールズ・ポンジが行った詐欺っていうのは日本でいうところのネズミ講にあたるそうなんですね。こういったですね不特定多数の人間から出資してもらう詐欺のことをアメリカではポンジスキームという言い方をするんですね。一人の人間が起こした詐欺がですね、こうやって詐欺のですね総称になってしまうというのもなかなか皮肉なのかなと思います。以上がですね、今回皆様にお話しした都市伝説、実際の事件がモデルとなったボードゲームでした。それでは締めのご挨拶に入らせていただきます。さていかがだったでしょうか。今回はですね、嘘か本当かはわからないですけれども、実際にあった事件をですねモデルにしたボードゲームというのをご紹介させていただきました。今回ですねご紹介したゲームですとか事件については実際ですね事件史に残っていることでありますので、これは事実ではありますけど、その真相ですとか経緯とかは未だに分かっていない部分が多かったりするんですね。ですけどこうやって実際にあった事件がボードゲームになるっていうぐらいですから、それだけですね事件史においては大きな出来事だったのかななんていうふうに思っています。不謹慎な話かもしれませんけど、ここ近年でですね起きた事件がもしかしたらボードゲームになるなんていうこともあるかもしれません。その時はですねまた皆様にこういった形でですねボードゲーム都市伝説ということでお伝えできればななんていうふうに思っております。それではですねチャンネル登録とまた次の動画よろしくお願いいたします。のんたボードゲームチャンネルでした。のんたボードゲームチャンネル。このチャンネルはボードゲーム占いのカフェ&バーミカワエルの協力でお送りしました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。